春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ドラッグ&ドロップで、アイテムを別のインベントリに移動してみようと思います。ドラッグ&ドロップでアイテムを移動してみた。実際に作ってみましょう。1、別のインベントリの作成。現在あるインベントリとは別のインベントリを作成します。UMG プレイヤー UI を開きます。スクロールボックスを選択します。サイズは A750.0 にします。パネル、サイズボックスをキャンバスパネル配下に配置します。詳細パネル、アンカーを中央の下にします。1X をリセットします。1Y をマイナス150.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。パネル、オーバーレイをサイズボックス配下に配置します。バックグラウンドをコピーして、オーバーレイ配下に複製します。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。UMG インベントリをコピーして、オーバーレイ配下に複製します。名前を UMG インベントリサブ001にします。イズバリアブルが有効になっていることを確認します。デフォルト、インベントリローズを1にします。インベントリコルズを10にします。一旦コンパイルします。UMG インベントリサブ001のサイズボックスをコピーして、キャンバスパネル配下に複製します。サイズボックスを選択します。1X を 550.0 にします。1Y をマイナス 650.0 にします。UMG インベントリサブ0011を選択します。名前を UMG インベントリサブ002にします。デフォルト、インベントリローズを1にします。インベントリコルズを1にします。コンパイルして保存します。ドラッグ&ドロップの概要。ドラッグ&ドロップの概要として、移動元ウィジェットから移動先ウィジェットにアイテムをドラッグ&ドロップするには、移動元ウィジェットと移動先ウィジェットの間はドラッグ用ウィジェットを使用します。情報の受け渡しには、専用のドラッグドロップオペレーションというブループリントがあります。ドラッグドロップオペレーションはウィジェットをドラッグ&ドロップするためのクラスです。そのドラッグドロップオペレーションを利用して情報の受け渡しを行います。ウィジェットには、ドラッグドロップ用の関数がいくつか用意されています。その中でも、今回は、オンマスボタンダウン、オンドラッグディテクティド、オンドロップの3つを使用します。関数オンマスボタンダウンは、移動元ウィジェットでボタン、ドラッグキーが押されたことを通知します。関数オンドラッグディテクティドで、移動元ウィジェットがドラッグされたことを認識します。その際、ドラッグウィジェットを表示し、ドラッグドロップオペレーションに情報を渡します。関数オンドロップは、移動先ウィジェットでドロップすると呼ばれます。簡単にまとめると、移動元ウィジェットから移動先ウィジェットに渡す情報は、ドラッグドロップオペレーションで渡します。ドラッグドロップオペレーションで、ドラッグウィジェットを表示します。ドラッグドロップの処理は、関数オンマスボタンダウン、オンドラッグディテクティド、オンドロップを使用します。3、ドラッグドロップオペレーションブループリントの作成。情報の受け渡しに使用するドラッグドロップオペレーションブループリントを作成します。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスで、ドラッグドロップオペレーションを検索します。ドラッグドロップオペレーションを選択します。名前を BT ドラッグドロップオペレーションにします。ファイルを開きます。情報を受け渡す変数を追加します。変数 src UMG インベントリ、UMG インベントリ参照型を作成します。変数 src UMG インベントリ、UMG インベントリ参照型は、移動元のインベントリウィジェットです。インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。変数 src インベントリアイテムデータ、ST インベントリアイテムデータ参照型を作成します。変数 src インベントリアイテムデータ、ST インベントリアイテムデータ参照型は、移動元のアイテム情報です。インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。変数 src インベントリスロットインデックス、インテジャー型を作成します。変数 src インベントリスロットインデックス、インテジャー型は、移動元インベントリのスロットインデックスです。
インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。コンパイルして保存します。3-1 ドラッグドロップオペレーション参照用 BPI の作成と実装。ドラッグドロップオペレーションブループリントを参照するためのブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース、名前を BPI-DDO にします。ファイルを開きます。新規関数を BPIF-DDO にします。アウトプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数ドラッグドロップオペレーション、BP ドラッグドロップオペレーション参照型を作成します。コンパイルして保存します。ドラッグドロップオペレーション参照用 BPI をドラッグドロップオペレーションに実装します。BP ドラッグドロップオペレーションを開きます。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより BPI-DDO を追加します。マイブループリント、インターフェースに BPIF-DDO が追加されます。ダブルクリックして開きます。リターンノードのドラッグドロップオペレーションピンよりセルフノードをつなぎます。コンパイルして保存します。4. 関数オンマウスボタンダウン。関数オンマウスボタンダウンを作成して、移動元 EZ でボタン、ドラッグキーを指定します。スロット内のアイテムをドラッグ&ドロップするので、UMG スロットを開きます。関数、オーバーライドより、オンマウスボタンダウンを選択します。関数オンマウスボタンダウンファイルが開きます。リターンノードを一旦切断します。4-1 アイテム存在判定。インベントリ内でアイテムがないスロットはドラッグしても処理が走らないようにします。変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードよりレングスノードを配置します。レングスノードは配列内にある値の数を取得します。インベントリ内でアイテムがあるスロットのスロットインデックスはレングスノードの値より小さい値になります。レングスノードよりグレーターノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードを配置します。グレーターノードにつなぎます。グレーターノードよりブランチノードを配置します。オンマウスボタンダウンノードにつなぎます。インベントリ内でアイテムがあるスロットの場合はトゥルーに処理が流れます。インベントリ内でアイテムがないスロットの場合はフォールスに処理が流れます。4-2 ドラッグキーの指定、ディテクトドラッグイフプレスドノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。オンマウスボタンダウンノードのマウスイベントピンとポインターイベントピンをつなぎます。ドラッグキーでドラッグするキーを指定します。今回はマウスの中央ボタンにします。リターンノードにつなぎます。ディテクトドラッグイフプレスドノードのリターンバリューピンとリターンノードのリターンバリューピンをつなぎます。一旦コンパイルして保存します。5. 関数オンドラッグディテクティド。関数オンドラッグディテクティドを作成してドラッグドロップオペレーションに情報を渡します。またドラッグ中のアイテムを描画します。関数オーバーライドよりオンドラッグディテクティドを選択します。関数ドラッグ&ドロップにオンドラッグディテクティドが追加されファイルが開きます。リターンノードを一旦切断します。その1、ドラッグドロップオペレーションにアイテム情報を転送。ドラッグドロップオペレーションに情報を渡します。クリエイトドラッグドロップオペレーションノードを配置します。オンドラッグディテクティドノードにつなぎます。クラスで作成した BP ドラッグドロップオペレーションを選択します。デフォルトドラッグビジュアルはアイテムをドラッグしている時に表示するウィジェットです。今回はこのスロット自体をドラッグしている時に表示します。セルフノードをつなぎます。ピボットはセンターにします。ドラッグしている時は常にデフォルトドラッグビジュアルの中心にマウスカーソルを表示します。SRC-UMG インベントリは移動元のインベントリです。このスロットがあるインベントリですね。変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。SRC-UMG インベントリにつなぎます。SRC インベントリスロットインデックスは移動元のインベントリのスロットインデックスです。このスロットのインデックスですね。変数インデックス、ゲットノードを配置します。SRC インベントリスロットインデックスにつなぎます。SRC インベントリアイテムデータは移動元のアイテムの情報です。
このスロットインデックスのアイテム情報ですね。SRC インベントリアイテムデータよりメイクノードを配置します。主にアイテム情報。このスロットが表示しているアイテムの情報を UMG インベントリのアレイから取得します。アイテム名を取得します。変数 UMG インベントリゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリゲットノードより変数アイテムネームありゲットノードを配置します。変数アイテムネームありゲットノードよりゲットコピーノードを配置します。変数インデックスゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。メイクノードのアイテムネームにつなぎます。アイテムアイコンを取得します。変数 UMG インベントリゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリゲットノードより変数アイテムアイコンありゲットノードを配置します。変数アイテムアイコンありゲットノードよりゲットコピーノードを配置します。変数インデックスゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。メイクノードのアイテムアイコンにつなぎます。アイテム数量を取得します。変数 UMG インベントリゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリゲットノードより変数アイテムアマウントありゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントありゲットノードよりゲットコピーノードを配置します。変数インデックスゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。メイクノードのアイテムアマウントにつなぎます。最後にリターンノードをつなぎます。リターンバリューをリターンノードのオペレーションにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。6. 関数オンドロップ。関数オンドロップを作成します。ここからは移動先のインベントリスロットです。関数オーバーライドよりオンドロップを選択します。関数ドラッグ&ドロップにオンドロップが追加されファイルが開きます。リターンノードを一旦切断します。6-1 移動元アイテム情報。ドラッグドロップオペレーションより移動元アイテム情報を取得します。オンドロップノードのオペレーションより BTIFDDO メッセージノードを配置します。ドラッグドロップオペレーションピンより変数 SRC UMG インベントリゲットノードを配置します。出力ピンを右クリックして変数へ昇格します。BTIFDDO メッセージノードにつなぎます。ドラッグドロップオペレーションピンより変数 SRC インベントリスロットインデックスゲットノードを配置します。出力ピンを右クリックして変数へ昇格します。変数 SRC UMG インベントリゲットノードにつなぎます。ドラッグドロップオペレーションピンより SRC インベントリアイテムデータゲットノードを配置します。出力ピンを右クリックして変数へ昇格します。変数 SRC インベントリスロットインデックスゲットノードにつなぎます。6-2 移動先インベントリ判定。移動元のインベントリと移動先のインベントリを比べます。同じインベントリ内でドラッグ&ドロップできるようにします。移動元である変数 SRC UMG インベントリゲットノードを配置します。変数 SRC UMG インベントリゲットノードよりイコールノードを配置します。移動先である変数 UMG インベントリゲットノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードよりブランチノードを配置します。移動元アイテム情報につなぎます。移動先が同じインベントリの時は True に処理が流れます。移動先が異なるインベントリの時は False に処理が流れます。6-3 移動元と移動先が同じインベントリ。移動元と移動先が同じインベントリの時は移動元インベントリからアイテムを削除して移動元アイテムを追加します。アイテムをドラッグ&ドロップすると同じインベントリ内でアイテムの並びが後ろに回ります。6-3-1 移動元インベントリからアイテムを削除。同じインベントリ移動元インベントリからアイテムを削除します。変数 SRC UMG インベントリゲットノードを配置します。変数 SRC UMG インベントリゲットノードより ELRemove アイテムインベントリを呼び出します。変数 SRC インベントリスロットインデックスゲットノードを配置します。Remove インデックスピンにつなぎます。ブランチノードの True につなぎます。6-3-2 移動元インベントリにアイテムを追加。同じインベントリ
移動元インベントリにアイテムを追加します。移動元のインベントリである変数 srcumg インベントリゲットノードを配置します。変数 srcumg インベントリゲットノードより EV アドアイテムインベントリを呼び出します。移動元アイテム情報である変数 src インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンよりブレイクノードを配置します。それぞれのピンをつなぎます。前の処理につなぎます。6-4 移動元と移動先が異なるインベントリ移動元と移動先が異なるインベントリの時は同名アイテムがすでにインベントリ内にあるかどうかを判断します。同名アイテムがない時は空きスロットがあればアイテムを追加します。同名アイテムがある時は所持できる数量の上限を超えていなければアイテムを追加します。6-5 アイテムの重複判定移動先インベントリ内に同じアイテム名があるかどうかを判定します。移動先のインベントリである変数 umg インベントリゲットノードを配置します。変数 umg インベントリゲットノードより変数アイテムネームありゲットノードを配置します。変数アイテムネームありゲットノードよりファインドノードを配置します。ファインドノードは配列内の特定の値を検索するために使用されます。見つかった場合はインデックス値を返します。見つからなかった場合はマイナス1が返されます。移動元アイテム情報である変数 src インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンよりブレイクノードを配置します。アイテムネームピンをファインドノードの下のピンにつなぎます。ファインドノードよりイコールノードを配置します。下のピンにマイナス1と記入します。イコールノードよりブランチノードを配置します。移動先インベントリ判定のフォールズにつなぎます。移動先インベントリ内に同じアイテム名がない場合は true に処理が流れます。移動先インベントリ内に同じアイテム名がある場合は false に処理が流れます。6-6 アイテムの重複なし同名アイテムがないときは空きスロットがあればアイテムを追加します。6-6-1 インベントリ枠数上限判定移動先のインベントリで空きスロットがまだあるかどうかを判定します。インベントリのスロット枠数を超えるとインベントリに追加できないようにします。移動先のインベントリである変数 umg インベントリゲットノードを配置します。変数 umg インベントリゲットノードより変数エンティティスロットインデックスゲットノードを配置します。変数エンティティスロットインデックスゲットノードよりレスイコールノードを配置します。空きスロットがスロットの最大インデックスであるマックスインデックスを超えないようにします。変数 umg インベントリゲットノードより変数マックスインデックスゲットノードを配置します。レスイコールノードにつなぎます。レスイコールノードよりブランチノードを配置します。アイテムの重複判定のブランチノードの true につなぎます。空きスロットがマックスインデックス以下であれば true に処理が流れます。空きスロットがマックスインデックスを超えると false に処理が流れます。マックスインデックスを超えたときは今回はマックスインベントリと表示するようにします。プリントストリングノードを配置します。インストリングにマックスインベントリと記述します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。6-6-2 移動元インベントリからアイテムを削除アイテムの重複なしアイテムをドロップ後移動先のインベントリで空きスロットがまだあるときは移動元インベントリからアイテムを削除します。変数 src umg インベントリゲットノードを配置します。変数 src umg インベントリゲットノードより EV リムーブアイテムインベントリを呼び出します。変数 src インベントリスロットインデックスゲットノードを配置します。リムーブインデックスピンにつなぎます。インベントリ枠数上限判定のブランチノードの true につなぎます。6-6-3 移動先インベントリにアイテムを追加アイテムの重複なしドロップ後は移動先のインベントリに移動元インベントリからドラッグしたアイテムを追加します。移動先のインベントリはこのスロットがあるインベントリです。変数 umg インベントリゲットノードを配置します。変数 umg インベントリゲットノードより EV アドアイテムインベントリを呼び出します。移動元アイテム情報である変数 src インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンよりブレイクノードを配置します。それぞれのピンをつなぎます。前の処理につなぎます。
6の7、アイテムの重複あり。同盟アイテムがあるときは、所持できる上限の数量を超えなければ、同盟アイテムに数量を追加します。6の7の1、同盟アイテムのインデックスを取得。移動先のアイテムネームアレイ内で同じアイテム名のインデックスを取得します。移動先のインベントリである変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより、変数アイテムネームあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムネームあり、ゲットノードより、フォーイーチルプイズブレイクノードを配置します。アイテムの重複判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。フォーイーチルプイズブレイクノードは、特定の条件が満たされた場合にループを終了します。配列内の全要素を調べることなく、条件が満たされた時点で即ループを中断できます。アレイインデックスピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をセイムアイテムインデックスにします。ループボディにつなぎます。アイテム名が同じかどうかを判定します。移動元アイテム情報である変数 SRC インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンより、ブレイクノードを配置します。アイテムネームピンより、イコールノードを配置します。下のピンにフォーイーチルプイズブレイクノードのアレイエレメントピンをつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。変数セイムアイテムインデックス、セットノードにつなぎます。同じであれば、ループを終了します。トゥルーをブレイクにつなぎます。6の7の2、アイテム数量上限判定。移動先インベントリで所持している同盟アイテムの数量に、ドラッグ&ドロップしたアイテムの数量を追加します。移動先インベントリである変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより、変数アイテムアマウントあり、ゲットノードを配置します。変数アイテムアマウントあり、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。変数セイムアイテムインデックス、ゲットノードを配置します。ゲット、アコピーノードの下のピンにつなぎます。ゲット、アコピーノードより、アドノードを配置します。移動元アイテム情報である変数 SRC インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンより、ブレイクノードを配置します。アイテムアマウントピンをアドノードの下のピンにつなぎます。今回は、アイテムに所持できる上限の数量を設定しています。999個が所持できる上限です。上限を超えるようであれば、移動先インベントリにアイテムを追加できないようにします。アドノードより、レスノードを配置します。下のピンに線と記入します。レスノードより、ブランチノードを配置します。フォーイーチルプイズブレイクノードのコンプリーティッドにつなぎます。ドラッグ&ドロップしたアイテムの数量を追加したとき、所持できるアイテムの数量上限より少なければ、トゥルーに処理が流れます。所持できるアイテムの数量上限を超えるようであれば、フォールズに処理が流れます。ドラッグ&ドロップしたアイテムの数量を追加したとき、所持できるアイテムの数量上限を超えるようであれば、今回、マックスアマウントと表示されるようにします。プリントストリングノードを配置します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。インストリングにマックスアマウントと記述します。6の7の3、移動元インベントリからアイテムを削除。アイテムの重複あり。同盟アイテムにドラッグ&ドロップしたアイテムの数量を追加したとき、所持できるアイテムの数量上限を超えなければ、移動元インベントリからアイテムを削除します。変数 SRC UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 SRC UMG インベントリ、ゲットノードより、EV リムーブアイテムインベントリを呼び出します。変数 SRC インベントリスロットインデックス、ゲットノードを配置します。リムーブインデックスピンにつなぎます。アイテム数量上限判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。6の7の4、移動先インベントリにアイテムを追加。アイテムの重複あり。ドロップ後は移動先のインベントリに移動元インベントリからドラッグしたアイテムを追加します。移動先インベントリである変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより EV アドアイテムインベントリを呼び出します。移動元アイテム情報である変数 SRC インベントリアイテムデータを配置します。出力ピンよりブレイクノードを配置します。それぞれのピンをつなぎます。前の処理につなぎます。最後にリターンノードをつなぎます。
コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとできてそうですね。7、インメントリタイプ。インメントリが増えたので、インメントリタイプを設定してみようと思います。下の10個のインベントリだけが、アイテムをクリックすると減少するようにします。7の1、インメントリタイプの受け取り、UMG インベントリを開きます。カスタムイベント EV インベントリタイプを作成します。変数を追加します。変数インベントリタイプ、ネーム型を追加します。変数インベントリタイプ、セットノードを配置します。カスタムイベント EV インベントリタイプにつなぎます。インベントリタイプピンをカスタムイベント EV インベントリタイプにドロップします。コンパイルして保存します。7の2、インベントリタイプの命令。表示している UMG インベントリにインベントリタイプを設定します。UMG プレイヤー UI を開きます。イベントコンストラクトノードにシークエンスノードをつなぎます。変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより、カスタムイベント EV インベントリタイプを呼び出します。インベントリタイプを右クリックして、変数へ昇格します。変数インベントリタイプ、ゲットノードは削除します。変数インベントリタイプ、セットノードを配置します。EV インベントリタイプにつなぎます。シークエンスノードにつなぎます。インベントリタイプは、メインにします。変数 UMG インベントリサブ001、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリサブ001、ゲットノードより、カスタムイベント EV インベントリタイプを呼び出します。変数インベントリタイプ、セットノードを配置します。カスタムイベント EV インベントリタイプにつなぎます。シークエンスノードにつなぎます。インベントリタイプは、サブ001にします。変数 UMG インベントリサブ002、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリサブ002、ゲットノードより、カスタムイベント EV インベントリタイプを呼び出します。変数インベントリタイプ、セットノードを配置します。カスタムイベント EV インベントリタイプにつなぎます。インベントリタイプは、サブ002にします。シークエンスノードにつなぎます。コンパイルして保存します。7の3、インベントリタイプ判定、UMG スロットを開きます。変数 UMG インベントリ、ゲットノードを配置します。変数 UMG インベントリ、ゲットノードより、変数インベントリタイプ、ゲットノードを配置します。変数インベントリタイプ、ゲットノードより、イコールノードを配置します。下のピンにサブ001と記述します。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンクリックドノードにつなぎます。トゥルーに既存の処理をつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。下の10個のインベントリだけが、アイテムをクリックすると減少するようになりましたね。設定ファイル。
似たような処理が多いので、関数化したりして、うまくまとめられそうですね。インベントリ内のアイテムをドラッグ&ドロップで移動させるメリットは、直感的な操作。ドラッグ&ドロップは直感的でユーザーフレンドリーな操作方法であり、特にマウスやタッチスクリーンデバイスでは非常に使いやすいです。即時アクセス。戦闘や緊急時に即座に必要なアイテムにアクセスできるため、戦術的な優位性を得られます。操作ストレスの軽減。複雑なメニュー操作が不要になるため、プレイヤーのストレスが軽減されます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。